こんにちは、ライノベーションの森です。伊藤です。皆さん突然ですが、カンブリア紀ってご存知でしょうか？地球の歴史でいうと、約5億4000万年前から4億8000万年前くらいの、昔の時代ですね。初期の動物が登場したての時代だよね。動物って言っても、結構古すぎて、今生きてるうちらからすると、ちょっと逆に新しいみたいな形にしてますから、みんな。逆にね。逆に。で、数億年前っていうありえないほど昔の生き物の形が綺麗に残ってるというか、もうほぼ奇跡に近いほど綺麗に保存されてる化石が、出る場所があって、それがカナダにあるバージェス結岩と中国にあるチェンジャンっていう産地なんですよね。はい、それぞれ少しずつ違う生き物がいて面白いですよね。で、我々過去にバージェスとチェンジャンの動物を戦わせたわけなんですけど可愛いかどうかしか喋ってない動画で、目の付けどころが素人なんよ。勢いで作ってたからね。なんですけど、なんかいろいろと事情が変わってきてるようでして。というと、ここ最近新たにカンブリア紀の動物が、ゴリゴリ発表されまくってるんですよ。なるほど。もうだからうちらの常識は古いんだ。いやー、そうなんです。ということで今回は実際にバージェスの動物の研究をされているゲストにお越しいただきました。トロント大学博士課程の大沢はてなさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、大沢はてなと申します。トロント大学と隣のロイヤルオンタリオ博物館でバージェスの研究をしています。ライノベーションさんのファンでしたので、今日は呼んでいただいてとっても嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、もう我々の実力ではね、可愛いかどうかしか喋れないので、今回は専門で研究されているはてなさんに最新のバージェスから出ている動物を教えていただこうと思います。でも本当テレビとかで紹介される前にやらないといけないから、こういうのは。いや、本当にね。はい、よろしくお願いします。お願いします。バージェスの動物といえば、まずアノマロカリスとか思いつきますが、はてなさんはどんな動物を研究されてるんですか？関係動物っていうミミズの仲間、その中でも多毛類というグループを研究しています。今生きているのだとゴカイやイソメなんかがいますね。ゴカイって釣りで使う魚の餌ですよね。あれならギリ触れるんですけど、私。いや、あとオニイソメっていうラスボスみたいなやつはもう私の可愛い魚をね、容赦なく捕捉するからね。あれってカンブリア紀からいたんですか？さすがに今のイソメみたいなのはいなかったと思うんですけども、もっと原始的な動物、例えばカナディアとかバージェソケタなんていうのがいますね。なんかこのあれよ、演歌歌手のここよここあとカナディアはなんか遊戯王カードにも採用されてるんだよね。これらは比較的昔から知られている動物なんですけど、同じ多毛類の仲間で最近発表されたのはこんなのとかいます。ふさふさしてますね。なんか足の先に毛が生えてるんですね。このなんか毛の名前がなんか日本語訳で調べたら剛毛って書いてあったんですけどこれいい言葉ないですか？これ剛毛でいいんですかね？でも確かに硬い毛っていう言葉がなんか剛毛の他にないというか、なんか人間の毛みたいに柔らかくなくて硬いんだよみたいなイメージで、剛毛しかないんですかねですかね。この毛はキチン質でできてる硬めのブラシみたいな毛っていう。なるほど。これ触覚ついてるからギリ可愛く見えてると思うんですけどこれはどういう生活をしてたんですか？胃とか腸とかの消化器官内に堆積物が入ってたりするので、海底の泥や砂の中に含まれる食べ物を食べてた感じになるって言われてます。砂の中にそんな食べれるものあるんですね。そうですね。意外と砂と砂の隙間とか砂の表面とかにいっぱい食べ物があります。なるほど。ちなみにこの毛は何に使うんですか？移動とかなんか防御とかですかね。そうですね。多分どっちもですね。お腹側と背中側の毛があるんですけど、背中の毛は防御に使われていたんじゃないかって言われています。なるほど。で、海底を這い回っていたと考えられているので、お腹側の毛はその移動に使ってたんじゃないですかね。なるほどなるほど。でもこのクーテネスコレックスの場合は泳ぐのには向いていなかったみたいです。泳ぐの下手なんだ。わかる。私もわかる。私もだけどじゃあここからクイズです。これは何に近い動物の化石でしょう？
なんかこう丸いのはわかんのよ。なんかでもなんか他がこうぐっちゃぐちゃしててちょっとこうわかんないというか、なんかこう素人でもわかる画像ってありますか？そうですね。じゃあもうちょっとわかりやすく線を引いてある画像はこれなんですけど、どうでしょうか。ああ、うんちょっとまだわからないですね。ですね。じゃあ4択にしますね。お願いします。はい。1、クラゲ。2、カブトガニ。3、アノマロカリス。4、松ぼっくり。まあカンブリアだからまあ松ぼっくりがないのはわかるんですけど、わかるね、それは。ギリわかるんですけど。正解はアノマロカリスに近い仲間でした。あ、そしたらなんとなくですけど、これが口ですかね。アノマロカリスのとちょっと似てる感じが。ああ、じゃあこれはお腹側が見えてる化石なのかな。なんかこの下の画像の下の方がお尻の方で。そうですね。じゃあ目は背中側にあるんですかね。そうですね、これですね。この真ん中ら辺にあるやつ。ふざけてんな、なんか何が見えるというのか。これが復元なんですけど、あ、なるほど。頭に大きい甲羅みたいなのがあって、それが丸っぽかったのかな。可愛いですね。なんか丸いアノマロカリスみたいな感じで。アノマロカリスの仲間で、中でもフルディアっていう動物に近いって言われてます。フルディアは目が横についてるんですね。カンブロラスターはなんでこれ上についちゃったんですかね。おそらく海底付近で生活していて、上を見れた方が有利だったんですよね。なるほど。しかもこれ30センチくらいあって、カンブリア当時からしたらかなり大型の生き物なんですよ。他の生き物もっとちっちゃかったので。なので、この頭のヘルメットみたいな部分の化石が発掘の時にスペースシップっていうニックネームで呼ばれてたんですよ。それはまさかスター・ウォーズのミレニアム・ファルコンに似てるっていうことで地名にもなっています。いや、みんな好きすぎるんだよな、スター・ウォーズ。だからミレニアム・ファルコン宇宙最速だからね。関係ないけど。確かにカンブリア紀の生き物は基本ちっちゃかったから、他の生き物からしたら人間から見たファルコン号ぐらいでかく見えたんだろうね。なんかもうこの化石それにしか見えなくなってる。もうミレニアム・ファルコンにしか見えないの。でしかもこいつの口もアノマルカリスみたいな感じだったんですけど、周りの丸い部分はよく見るんですけど、中にさらになんか破砕機みたいについてますね。これ鉛筆削りとか言ってる人もいましたね。大きいものを切り刻むための構造ですよね。こんなん泳いでるんでしょう。えぐいわ。でもアノマルカリスみたいなハンターだったわけではなくて、こんなスーパーにくせに海底の泥や砂をかいて地面の表面や下に住んでいるちっちゃい動物を取ってたみたいなんです。そうなんですか。アノマルカリスで前についている2本の付属詞がカンブロラスターでは下向きについていて、これで地面をかいてたんですって。潮干狩りみたいなイメージでしょ。なるほど。ちなみにカンブロラスターのラスターもこの付属詞が熊手みたいな形をしていることから名付けられています。つまり学名はカンブリア紀の熊手ファルコン号ですね。だってでこのカンブロラスターはまたしても遊戯王のモンスターとしても登場するんだよね。遊戯王好きだなバージェス。